皆様、いかがお過ごしでしょうか。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。今回は必ず成功する大掃除メソッドのお話をしたいと思います。この動画を見れば必ず自分に合った大掃除の方法が分かって確実に実行できるようになりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたりコメントをいただけたら嬉しいです。12月になると大掃除しなくちゃっていう気持ちになってきますよね。掃除機をかけたり机の上を拭いたりというのは日常の掃除でも皆様やってらっしゃると思いますが、大掃除では普段できないような場所を掃除できるのがいいことですね。普段は見て見ぬふりをして妥協してしまっているような場所も掃除するチャンスです。大掃除は年末の恒例行事でもあるし、新しい年をすっきりと迎えるためにはやっぱりやっておきたいですよね。でもただでさえ忙しい12月、掃除ばかりしているわけにもいきませんよね。毎年大掃除をちゃんとやろうと思いつつ、時間がなかったり、忙しかったり、やる気が出なかったりで思うように大掃除できなくて、やっぱり今年もできなかったと毎年思っている方いらっしゃるかと思います。でも今年は大丈夫。この動画で紹介している大掃除メソッドを使えば、必ず自分に合った大掃除の方法が分かって確実に実行できます。この動画で紹介している手順に沿って大掃除を実行していけば、今年の大掃除は成功します。では早速行ってみましょう。1、大掃除に何日使えるか考える。何が一番難しいかというと、忙しい毎日の中でどうやって大掃除の時間を取るか、それがとっても重要なんです。カレンダーを見ながら大掃除ができそうな日を選びましょう。12月中にたった1日しか取れないのか、それとも毎週末の1日ぐらいだったらできそうなのか、平日の空き時間に少しずつコツコツできそうか、年末の2、3日で一気にやってしまいたい短期集中型か、人それぞれライフスタイルによっていろいろなタイプがあるかと思います。ちなみに私は週末派です。それぞれのタイプ別に最適な大掃除の方法がありますので、後ほど紹介いたします。ちなみに大掃除ではゴミが出ることも多いですよね。捨て活をすでに完了している場合でも、大掃除の時にゴミが出ることもあります。なので、ゴミ出しの日についても気をつけておくことが大切です。年末はゴミ回収の曜日が変わることもありますよね。それに合わせて大掃除を完了できるようにしましょう。事前にゴミ出しの日を確認しておいて、年内にゴミを家の外に出せるようにしましょう。2、捨て活と掃除を同時進行しない。大掃除で間違いやすいのが、捨て活と掃除を同時進行しようとしてしまうことです。これが挫折の大きな原因なんです。そのものが必要か必要じゃないかを判断しながら捨てる作業と、拭いたり磨いたりほこりを払ったりという作業はマインドが全く違います。気持ちの方向性が全然違うんですね。なので捨てるときは捨てることに集中する。拭いたり磨いたりするときはそれに集中するということが大事です。いろんなことを同時にやると、種類の違ういろんなことを考えなくちゃいけなくて疲れてしまうんですね。そして捨てるか捨てまいか迷って手が止まって時間もかかります。なので捨て活は大掃除前にしてしまって、不要なものは大方手放した状態で大掃除を始めるようにすることをお勧めしています。捨て活のいろいろな方法については動画をたくさん用意していますので、ぜひそちらを見てみてくださいね。大掃除の時は拭く、磨くといった掃除に専念しましょう。
まだ捨て活していない方とか、家をざっと見回して不要なものと使っているものが混在して置いてあるなぁと思ったら、まず捨て活をしてください。大掃除は捨て活が大方終わってから始めましょう。3、掃除したい場所を考える。大掃除に使える日数が出たら、次に自分がどこを掃除したいのかを考えましょう。大掃除って範囲が広すぎて、結局家中ということになってしまうし、どこから手をつけたらいいかわからないと呆然としてしまいますよね。そこでまず普段自分が一番気になっている場所を考えて紙に書いていきます。リビングではどこを掃除したいかな、キッチンではどこかなって考えながら書いていきます。例えば窓、カーテン、ソファー、お風呂場、換気扇、流し、排水口と際限なく出てくるかと思います。さらには床、網戸、サッシのレール、ベランダ、照明器具の上、天井、エアコンなどなど書き始めたら止まらなくなるかもしれません。でもそれを全部掃除していたら時間がいくらあっても足りないですよね。全部やったら到底終わらないと気が遠くなってしまうかと思います。そこで大事なのは優先順位を考えることです。プライオリティですね。自分が一番どこを大切にしたいかです。それ以外はまあできなくてもいいやと諦めることも大事です。重要なところとそうでもないところを明確にしておきましょう。これは紙に書き出すのが一番のおすすめです。絶対ここは譲れないという場所を明確にして、そこだけでもできればいいやと思いましょう。4、どこから始めるか。大掃除は上から下へ、奥から手前へという順序のルールがあると言われていますが、私がおすすめするのは、普段自分が一番気になっているところ、パッションを感じるところから始めることです。いつもは忙しくてなかなかできない箇所で、大掃除の時にやるぞとやる気を溜め込んでいた場所です。私は窓とカーテンから始めました。窓は普段あまり掃除していない場所だったので、朝窓を開けるたびに、ああ、汚れているな、大掃除で絶対不幸とテンションをマックスまで上げていたので、掃除するのを楽しみにしていました。人によって違うとは思います。冷蔵庫の方もいれば、換気扇の方もいると思います。天井や壁の方もいると思います。自分が一番気になっているところから始めれば、そこでマインドが大掃除モードになって、そこからは勢いがついて掃除を続けることができるようになります。5、完璧を目指さない。思ったようにピカピカにはならなかったり、細かい汚れとかなかなか落ちない汚れがあっても、適当なところで切り上げるというのも大事です。誰がチェックするわけでもない自分の家なんです。自分が快適であればいいんです。自分がこれでいいやと思えるところまで掃除できたならそれが一番です。自分のこだわりの場所だけでもきれいになったらよしとしましょう。6、大掃除のプランニング。大掃除に取り掛かる前に、まず事前にプランニングすることが大切です。午前中にキッチンを終わらせて、3時までにバスルームを、5時までにリビングをとざっくりしたプランで大丈夫です。これも紙に書きましょう。急に来客が来たり、別の用事が入ったりして、掃除を途中で終わらせなくてはならなくなることもあります。優先順位の高いところから、緊急度の高いところから取り掛かりましょう。7、水回りと水回り以外を分ける。大掃除をする際には、水回りと水回り以外を分けて作業することをお勧めします。例えば、お風呂場を掃除してからリビングを掃除して、そして次にキッチンを掃除してから仕事部屋を掃除したりと、水回りと水回り以外を行ったり来たりしながらの掃除はやりにくいので、水回りと
水回り以外のエリアを分けて掃除しましょう。水を使って掃除する場所は服や手足が濡れることが多いので、できればリビングや仕事部屋、寝室などに先に取り掛かって、お風呂場、洗面所、トイレ、キッチンなど水回りの掃除はその後にすることをお勧めします。または別の日にするのも手です。8、うまく手抜きをする。例えば洗剤をかけて放置しておいて水で流せば、それなりにきれいになる場所はゴシゴシとこすらなくてもよしとしましょう。お風呂場の水回りの場合、カビ取り剤をかけておけば、カビもそれなりに落ちてきれいに見えているなら、それでよしとしましょう。また、キッチンの排水口とか酸素系漂白剤をつけて放置しておけば、それなりに汚れが落ちる場所ってありますよね。こちらも同様です。ほったらかし掃除が可能な場所はどんどん手抜きでいきましょう。では次にタイプ別の大掃除の方法についてご紹介します。12月中に1日しか取れない方、毎週末の1日ぐらいだったらできそうな方、平日の空き時間に少しずつできる方、2、3日で一気にやってしまいたい短期集中型の方、いろいろあるかと思います。まずは1日しかない方の場合です。1、時間がない人のための大掃除プラン。12月は忙しすぎて大掃除には1日ぐらいしか割り当てることができない方いらっしゃるかと思います。そういった方は緊急度の高い場所を中心に大掃除しましょう。つまり匂いとかカビとか、このまま放置したら快適に暮らせない、健康被害がありそうというところを中心に掃除しましょう。流しとかお風呂場、トイレといった水回りは必須の場所です。でも一箇所に長時間かけずに、例えば先ほど説明した手抜き方式でいけるところは、ほったらかし掃除のメソッドを使って少ない労力で掃除します。また換気扇のようにこのまま放置しておくと汚れがこびりついて後々苦労する場所とか、エアコンのフィルターのように放置しておくと後々健康被害が出そうな場所を中心に掃除します。これが終わって時間的に余裕があれば、コンロ周りとか床とか、常々いつも掃除したいなと思っている場所を掃除するという感じで進めていきましょう。次に2、ある程度時間が取れる方。週末とか平日の空き時間にある程度時間が取れる方は、この際できるところまで家をピカピカにするという心持ちで大掃除に取り組んでもいいと思います。あくまでもできるところまでです。家中全部やろうとしてはいけません。まずは自分のこだわりのある場所、パッションを感じる場所から始めましょう。参考までに家の中で掃除をしなくちゃならない場所というのは、一般的に次のような場所になるかと思います。洗面所、お風呂場、トイレ、洗濯機周りといった水回り、キッチン、リビングや各部屋、玄関、ベランダがあるかと思います。その中で自分の優先順位を考えながら、まずはプランニングして何日にどこを掃除するかというのを紙に書いていきます。ちなみにキッチンで掃除が必要な場所は、換気扇、コンロ周り、シンク、排水口、食洗機周り、冷蔵庫の内側、外側、上、電子レンジ、オーブンレンジ、食器棚、パントリーなんかがありますよね。また、リビングとか寝室とか各部屋で掃除が必要な場所は、エアコン、ソファー、窓ガラス、サッシ、網戸、カーテンレール、床、フローリング、畳、カーペット、絨毯、照明器具、壁、天井がありますね。玄関で掃除が必要な箇所は、床、靴箱、ドア、照明器具、天井があるかと思います。また、
ベランダで掃除が必要な箇所は床、手すり、網戸、雨戸があるかと思います。このすべてをやるのは大変すぎるし、すべてをやろうとしてはいけません。優先順位をつけることが最も大切です。プライオリティを考えて、持ち時間と体力とやる気と相談しましょう。ピカピカじゃなくても別に気にならないなと自分が思う場所は省いてしまっていいと思います。汚れていても自分で気にならないと思う場所は思い切って割愛しましょう。3、短期集中型の方。年末の2、3日で一気にやってしまいたい短期集中型の方は、先ほどリストアップしたアイテムを聞いたときに、そうそう、ここが掃除したいと思った箇所から取り掛かりましょう。直感って意外と頼りになります。本当に大掃除が必要な箇所って毎日生活しているときに無意識のうちに分かっていると思います。水回りは大掃除必須ですが、その他の場所は大掃除にかけられる時間と相談しながら、優先順位を考えながら大掃除をしましょう。最後に、すごく使える楽してきれいにする大掃除のヒントについてお話をします。労力をかけないですごくきれいに見える方法。時間があるなしにかかわらず、完璧を目指さないようにしましょうというお話をしましたが、とはいえ大掃除したぞという実感が欲しいですよね。ここで手抜き掃除なのにすごくきれいに見える方法を紹介します。まずは水回りです。蛇口とかシャワーヘッドとか、とにかく金属部を磨くと完璧に掃除されたように見えます。他の部分は多少手を抜いても、金属部分がピカピカだとすごくきれいに見えるんです。これはホームクリーニングのプロの方も実践しているので、ぜひお試しくださいね。シンクや洗面台、お風呂場を掃除した後、蛇口とかの金属部分をピカピカにします。市販のクリームクレンザーを使ってもいいですし、お酢やクエン酸でも手軽に汚れが落とせます。お酢なら1対1に割ったお酢と水をスプレーボトルに入れてスプレーして放置したり、クエン酸なら水 100ml に対して小さじ1/2のクエン酸を入れたクエン酸スプレーを吹きかけて、しばらく放置してからキッチンペーパーや布で拭き取るだけです。また、大掃除後はテーブルや机などの平面にはとにかく何も置かないようにして、ほこりがないように拭いておく。それだけで部屋がすごくきれいになったように見えます。ズボラな方は植物でさえも置かない方がいいでしょう。何か一つでも物が置いてあると拭くのが面倒になってしまいます。何も置いていないスッキリ感は視覚的にも癒されます。次に掃除用洗剤についてお話をします。掃除用洗剤にもいろいろありますよね。今はナチュラルクリーニングが流行っていて、重曹、クエン酸、セスキ、炭酸ソーダなどを使ってお掃除をする方も結構多いですね。私も愛用しています。市販の洗剤もいろいろ発売されていますが、ひどい汚れの場合はより少ない労力で早くきれいにすることができるので、私は市販の洗剤も併用しています。家の中の汚れは主に油汚れ、水垢、カビがあるかと思います。油汚れは酸性の汚れ、水垢はアルカリ性の汚れと言われていますが、酸性の汚れにはアルカリ性の洗剤、アルカリ性の汚れには酸性の洗剤が効きます。重曹、クエン酸、セスキ、炭酸ソーダをうまく使って、それぞれの汚れに応じて使い分けることをお勧めします。一般的に石鹸カスや水垢にはクエン酸、油汚れ、タンパク質にはセスキ炭酸ソーダ、鍋の焦げなどこびりついた頑固な汚れに対しては重曹という使い分けになります。重曹、クエン酸、セスキ炭酸ソーダがあれば家の中の大抵の汚れには対応できるので、目的別にいろいろな種類の洗剤を買うより収納場所的にも経済的にもおすすめです。
大掃除っていつも悩ましいですよね。ハウスクリーニングに頼むという方法もありますが、いつも住んでいる自分の家への感謝を表すためにも、私は自分で掃除するというのが大切だと思っています。自分の体が動く間であれば、自分で掃除し続けていきたいなと思っております。さて、大掃除完全ガイド、楽しんでいただけましたでしょうか？ぜひ参考にしていただければと思います。皆様の捨て活に関する悩みについて、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは、捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見て、モチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。